はーい、皆さんこんにちは。みんな大好き、人設計のお時間です。うさんくさい深夜の通販番組みたいになっとるで。今回紹介するのは、知る人ぞ知る、人設計大国、ソ連のものです。一体、どのような兵器だったのか、早速資料を見ていこうと思います。こちらです。あれ、タイヤとか無限軌道はどこ行った？実はこの兵器、水陸両用高速戦車として設計されました。砲塔みたいなやつついとるけど、これ戦車なん？設計者が言うには戦車らしいね。この兵器を設計したのは、首都モスクワから東に 800km。どこや、遠すぎてピンとこんやろ。現在、ロシア西部に位置する火山に当時暮らしていたキリロワという人物です。どのような人物だったのか、性別も含め詳しい資料が残されておらず、詳細は不明です。ただ、キリロワという名前は、ロシアでは女性に多く使われているらしく、もしかしたら女性が提案した可能性があります。女性設計者は初めての例やな。そんなキリロワが設計したこちらの車両、一体どのような設計になっていたのか。まずこのスクリューみたいなやつやな。この構造は専門用語ではアルキメディアンスクリューと呼ばれています。歩き、なんや？諸説あるのですが、アルキメディアンスクリューの利用が始まったのは紀元前とされており、運用方法としては回転構造にあり、一般的には液体や物体を移動させる装置として利用されています。そして一部の車両では車輪や無限軌道の代わりにこれを搭載したものが今から100年ほど前から運用されています。ほんまか？でもこれ何に使うん？普通のタイヤとか無限軌道でええやん。特にロシアは永久凍土や雪原などタイヤや無限軌道では移動が難しい環境があり、こういった車両が多く開発されている傾向があります。そうなんか。お国柄って感じか。話を戻すと、冒頭紹介したように、キリロワはこの車両を水陸両用高速戦車として1943年4月、つまり第二次世界大戦中にソ連の国防人民委員会に提出しました。資料にはキリロワからの英雄的な赤軍へ私からの贈り物という素敵な文言も書かれていたそうです。実際はとんでもねえ贈り物や。キリロワが記した文章には、私たちソ連軍がドイツ軍に打ち勝てるよう新しい戦車を設計しましたという内容とともに、水陸両用高速戦車の頭文字を取った ASTK-1 と ASTK-2 という2つの設計図が添付されていたそうです。なんで2つも？ゆるふわ軍事チャンネル。最初に紹介するのは ASTK-1。キリロワによると、この戦車は既存のそれとは異なり、水上と陸上での交戦に適合するよう設計されています。無限軌道のような脆弱性がなく、スクリューも厚みを持たせることで走行になっていますと説明しています。これってどうやって陸上で戦うん？どう見てもコテンって転がるで。話を続けると、待て、重大な欠陥があるやろこれ。この戦車は見てもわかるように前後のスクリューを回転させることで前進、後進、方向転換、水上での航行が行える設計でした。中央部分は操縦室や砲塔が置かれ、完全防水することで、ここに全ての乗員を収めます。ちなみに、下にある構造は水中で使う方向だとしています。もしかして陸上ではこれで車体を支えるって感じか？予想では横転しないように補助的なものとして搭載していたと考えられます。ASTK-1 の装備としては、先端に大砲、砲塔には大口径の機銃、そして後部には魚雷発射管を搭載していました。やだかっこいい。また魚雷発射管か。どっかで聞いたような話やな。キリロワによると、このような特性があるため、ソ連海軍による運用が望ましいと補足しています。そして、もう一つの ASTK-2。こちらは主に陸上での運用が考えられた兵器らしく、魚雷発射管は取り外されました。一方、スクリュー部分の強度を上げるため、K1 より厚みを持たせた三角形の形状を採用します。
とだけ説明がされていたそうです。まあ、確かに、地面の状態を選ばず使えるなら、感じするけど、当局からはどんな反応があったん？設計者キリロワは、ソ連当局からの返事を心待ちにしていたものの、どのようなわけか、一切返事はなかったそうです。あれ、前に、設計者には必ず返事する、とか言っとらんかった？確か、そのような規則があったらしいのですが、どのようなわけかこの時代、設計者に採用、不採用の返事がされないことが多く発生していたそうです。戦時下やから途中で失われた可能性もあるってことか。それにしても、二つとも見たことがないほど、へんてこな戦車やったな。残されている資料によると、設計者キリロワはそこらの素人ではなく、プロだったと言われています。確かに、設計図もちゃんと描かれとるし、プロっぽい感じはするな。しかし、当局に送った設計案にいくつか欠陥があることが分かっています。ほう。まず、この車両の具体的な寸法が、なぜかどこにも記載されていなかったそうです。はい。そんなことってあるん？問題はそれだけではなく、この車両の詳細な内容が一切記載されていません。つまり、乗員は何人か、航続距離は何キロメートルか、どの大砲を乗せるのか、走行はどのくらいかなど、重要な記述が一切なかったという意味です。少なくとも設計図には、スクリューを動かす構造や、大砲や魚雷発射管をどのように配置するのか、技術的なことは一切記載していなかったそうです。あれか、外観だけの設計図を送って、エンジンをどこにどう置くのかとか、内部構造をどうするのか、設計図に一切記載していなかったと？そういうことになります。むちゃくちゃやん。ゆるふわ軍事チャンネル。今回の戦車、アイディアは良かったとして、不採用の理由は、車体の安定性が非常に悪かったことが原因と考えられます。そもそもどうやって陸上で動かすつもりやったん？具体的な記載はなく、一切不明です。そうやろな。平坦な地形は別として、坂とか障害物を乗り越えるのは完全に無理や。ただ、冒頭でも紹介したように、アルキメディアンスクリューを搭載した車両というのは、誕生してから現代までわずかですが運用されています。ということは、それなりの利点もあると？これも冒頭で軽く紹介したように、ぬかるんだ環境や湿原でも通過できるという大きな利点があります。ほう。しかし、欠点として車両が通過した部分には、スクリューがえぐったような深い跡が地面に残されること、舗装された路面で使用すると、スクリュー部分の摩耗が激しいという問題があります。基地から輸送するにしても、輸送車両が必要になる場合があり、全体的な運用コストがさらに高くなる欠点もあります。優れた機動性があるものの、移動と輸送の面で問題が出てくると。現在、水陸両用として、このような車両は一部で運用されているものの、無視できないデメリットも多く、現在はその多くが、低圧車輪を搭載した車両に置き換わっているそうです。結局、無難なところに落ち着くんやな。ちなみに、1965年にクライスラーが開発したという車両で、移動の問題を解決したアルキメディアンスクリューと4つの車輪を搭載した車両が開発されています。出た、こっちの珍設計も随分奥が深いな。アルキメディアンスクリューを搭載した戦車の設計案は、今回のキリロワの設計以外にもあり、こちらについては後日紹介していこうと思います。他にもあるんか。絶対ヤバそうなやつやん。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。